お酒と食事をつなぐパンみたいな立ち位置でこういうスタンド営業はやってるんですよ。おにぎり屋さんだと。オリジナルで作ってます。美味しいんですよ、これが。ディルっていうハーブです。こんにちは。これセルバチコです。ちょっと苦味がある。これで蓋をして。これがそう6やったっけ。もう3セット来るんで。牛乳与えながらやるんやった。グランパリジャンはカスタードパイですね。結構フランスだと多分クラシックで王道の、スイーツになってます。ありがとうございます。
コーンスターチでとろみつけて焼き上がりがプルンとした食感になるように仕上げています。口が沸いてきたんでここからとろみがつくまで炊き上げます。色つけます。ワットで1分温めて。ソーセージブリオッシュは甘いバターたっぷりのブリオッシュ生地に自家製で作ってるソーセージを包み込んで焼き上げるパンです。フランスのリヨン町のレストランとかの前菜に出されているソシソンブリオッシュっていうものからちょっとアレンジして出しています。桃です。はい。でここに骨が走ってるんですけど、この骨走ってるとこに包丁入れてあげてちょっと分割して。氷入れてることですぐ冷めるんですぐ冷めたらすぐお肉放り込める。もうジャンボンブランは鮮度が命なんで、本当に調理する時も肉切る時もあんまり温度上がらないようにもうすぐ切ってあげて、さばきたてのものを入れて、でもう絶対その日のうちにこのつけだれにつけてあげて、でこれインジェクションっていう注射器なんですけど、こういう注射器で中心の方にソームイルエッグをつけてあげて、鮮度が悪かったらパサついたり発色が悪くなるんで、
さっきのと合わせてキロが10キロあるかなないかなぐらいですかね。大体もう1週間ぐらいでなくなりますよ。仕込みは発注入れて2週間ぐらいかかるんで、漬け込みに5日から1週間かけて、で火入れして1日2日か置いて固めてからカットなんで。豚のハムの風味の奥行き出すためと長期に持たせるために乳酸発酵させてるんですよ。そうすると腐敗菌っていうのが増殖しなくなるんで、そのために今ちょっと乳酸発酵してる状態ですね。で今からこの油と赤身を乳化させていく作業をします。氷入れないと温度が上がっちゃうんですよ、この機械の熱で。なんで氷入れながら冷やしながらやるんですけど、温度上がりすぎちゃうと分離して食感が悪いボサボサのハムになるので、うまいこといけばこんなプルンプルンのハムができると。長さに合うように。
木の粉末をこう固めたやつですね。燻製のちょっと周り焼いたり。でこれ一回火消してあげたら煙が出るんで、これを寿司粉の中に入れて。燻製の香りをつけてあげる感じです。豚がまあ大体30時間です。冷やして。これで多分30分後ぐらいでできるんで。これで夜は基本的にはパンとワインと楽しんでもらう感じなんですけど、隣のそのシャルキュトリーも食べれるんで、惣菜と、こっちのパンとっていうのに、お酒はビールと、あとワインがメインで、あとはソフトドリンクとチューハイもあります。いやいや全然今日はミルフィーユに使うパイですね。5時から立ち飲みが始まるので、それに向けてセッティングしているところです。これハムの盛り合わせです。これはどちらに？これベイク。はい。
はい。全然終わってない。まあいい。めちゃくちゃ食べてるからや。これは半盛りですね。半盛りのハーフサイズで、お隣がブージーさんなんで、肉の専門店ということで、横の店も系列店なんで、うまいコラボの仕方だなって思って、はい。飲めるパン屋って書いてあったんで、一番最初にこれ見た時にパン屋さんで飲めるんだっていうのがすごく衝撃的だったんで、ふらっと入りました。それからもう虜ですね。今も飲んで、そしてパンをこう持ち帰りで帰っているところです。僕のここの大好物なんですけど、クロックムッシュ、はい、すごく美味しいんです。はい、ワインもまた新しくチョイスしていただいて、それもすごく美味しくて、飲むだけじゃなくて会話も楽しめるっていう、そんな雰囲気を作ってくれる素晴らしいお店ですね。はい。あ、わからん。ちょっとハム盛りがある。ジローさん、ハム盛り頑張るそうです。いいっすか？これで隣のレストランの方と連携して、まあ、基本お肉とかハム盛りとかはレストランの方から持ってきてもらうんで、結構バタバタしてると本当連携が大事になってくる。一度テイスティングされるんですか？はい。コルクに壁が生えてるやつがあるんで、それの正常かどうかのチェックをしてから。どうかな。好きなんだけど、昔からよくやりましたね。それも行って持ってない。これは前菜のうちのワンオフセット。確かに言ってたもん。ハム盛りと、ハム盛りとウフマヨネーズと、はい、パン盛りでパン盛りで、はい、お願いします。わかりました。これにはワインワインを、はい、お願いしていいですか？おすすめおです。すすめで、はい、わかりました。めっちゃ可愛いな。ベルゴーニュのシャレドリです。お疲れ様です。ハム盛り2名分とウフマヨ1お願いします。はい、了解です。B さん、ハラミと豚のカツ。
フカッチャですね。オリーブのフカッチャです。半分じらすんだよ。東京でも買える。売り上げも半分だよ。やばい。お店の中にお酒も置かれていると思うんですけど、はいはい、スタンド営業、立ち飲み営業をするのがお酒を置いてある理由で、基本的にワインからビールからハイボールから飲み物は割とソフトドリンクもあるし、どんな方でも割と来やすいカジュアルなスタンドになってて、ブージーのそのさっき作ってたハムのスライスをパンに乗せて食べたり、当てがあったり、チーズがあったり、フランス人とかパンとチーズとワインを飲んでるじゃないですか。だからお酒とパンって合わないはずがないっていうか、僕らにとっては割と自然なことというか、お酒と食事をつなぐパンみたいな立ち位置でこういうスタンド営業はやってるんですよ。カウンターをテーブルにこう真ん中にドンって立ってるじゃないですか。あれは意図的で人と人をつなぐテーブルでもあるんですよ。だからみんながテーブル一つのテーブルシェアするんで、初めて会った人といろんな情報交換ができるで、いろんな出会いがあったりで、ここで生まれた仕事もあったり、恋愛もあったりするんですけど、人と人としてこうつながっていくっていうのはスタンドのいい役目かな。